プリンアラモードです。ねえ、これほんま美味しいよね。絶対食べてほしい。ケーキ屋さんでずっと働いてました。はい、お待たせしました。ありがとうございます。カメグで。はい。大丈夫かな、持ってしまうの。コーヒー飲む？とりあえず飲まないとやってられへんね。固めて作ってるから。簡単プリンの作り方。うっと。あと味噌。もうね、ゆっくりやっちゃうとカラメルが回っちゃうからね。ちっちゃいですね。ここじゃ。小麦粉とお砂糖を混ざってるのが売ってるんですか。コーンスターチと合わせてたら案外スッとダマにならずに混ざるんです。時短です。なんでボールがちっちゃいか、洗うのきれいだから。
だったと思ってたのに。そういうことですね。おはようございます。寒いですね。今日寒いな。いろんなところでラップを探していったの。ぐるぐるぐる。奈良の五条の坂本養鶏さんの卵です。生になりにくいので。
いやいや。あ、冷蔵庫こっちのね。オーダーメイド真鍮作家さん、店長のなんか知り合いの方。あれもあるから。あ、そうだそうだ。そうなんだ。そうなんだ。でもえちゃん、これ。今から図工の時間。パンって入れちゃった。ごめんなさい。ユニコーンの色は毎日決まったお色なんですか？大体でもなんか出方で全然変わるんで、結構適当にやっちゃうから何がサラダ先に出てくるか。可愛いの買ってみた。さえなければ
いませ。注文。いや、大丈夫。お肉に可愛いのかけて。いけるんかな。ユニコ1個もらっていい？ユニコ。まあ、めっちゃ見える。どこにクマちゃん来るかな。お。あかん。どこ行ったんか、タイプ私の手についてる。パニック2つ。あ、パニック。ストロベリーパニック2つです。見てもらって、ちょうど動画紹介してもらいました。でもこのカレーもう
プリンアラモード一つお願いします。はい。750円頂戴いたします。店内でお待ちください。プリンアラモードです。はい、ありがとうございます。ここから頼みからはい。あ、何枚に済んだんですお待か。たせいたしました。プリンアラモードです。ごゆっくりどうぞ。それ合わせる。ちゃんと写真撮ってきな。写真撮る。なんて固まったらきれいに撮れるかもしれない。いただきます。うん。美味しい。いちごのここ使ってるんですけど。体が大きいのでね。丈夫かな。あと何だかあったわ。ガトーショコラとたくない主義やな。美味しそう。じゃあ何しよう。ストロベリーで。ストロベリーで、はい。火が通りやすくて冷めやすい生地に仕上げてて、ふわっとこう蒸気が出るから、それをスッて吸わしてやれんかったらここにペチャーってくっつくねんね。ダラダラっと水分を割るとだんだん乾燥が激しくなるけど、バッと冷やすとそこで止まって、でクリームとかの今度は水分を吸ってこう閉じ込めてくれるから、時間経っても柔らかいし、次の日でもその分柔らかく食べるです。ごめんなさい。ごめんなさい。大丈夫ですか。はい。
焼き面のとこにクリームを絞って、ここにも生クリームを絞って巻くから、どこもがクリーム入ってるし、こっちの外側の方もクリームが入ってるし、それが回って、いつものハムチーズ。ハムチーズ。お願いします。この卵って生地に使われてるやつと一緒ですか？はい。奈良の五条の坂本養鶏さんの卵です。すごく鳥を大事に育てられてるなっていうのが人柄で感じ取れる。若い女の子たちが頑張って作ってるのを見たら頑張れるなって思って大切に使おうって。リリーさん。どんな子なの？あ、ごめんなさい。すみません。めっちゃチーズとろとろの卵ブリンブリンで、絶対食べてほしい。そうですね、バーがあったりとか、美容室で私のサロン、脱毛のサロンとかカフェ、介護施設とかもあるんで、まあいろんなジャンルの集まりみたいな感じ。来てる、週一食べてる。デフィさん来る前はそんなに食べてなかったんですけど、デフィさん来てからクレープ興味持って食べるようになりましたね。すいません、ありがとうございました。司会やねん。失礼しますよ。めちゃめちゃ好きなは
はストロベリーとバナナのクレープ1点ですね。はいはいお願いします。ハムエッグで。ハムエッグはい。と柚子ソーダください。でやだ。ハムエッグに柚子ソーダですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ごめんね。素敵な、いや、ちょっと素敵な待って。素顔をいっぱい撮りました。アーモンドバターシュガーです。学校の課題で提出されたしてるんですけど、お客さんとして僕もフルーツの何でしたっけ、さっきのいちごの。じゃあ、柴田さん会えて本当嬉しいです。やっぱり僕。可愛いね。好きじゃなかったところに好きじゃなかったところに行くんで。あ、可愛い。まだ日本のミモザは咲いてなくてイタリアのミモザなんです。今日張り切って3つもどれが合うかわからんから持ってきたよ。この花見て初めて見たわけな。私も初めて頼んだこれの。そうなんですか。このプリンが最高に美味しいの。よかったね。ねえ、これほんま美味しいよね。何十年も前のその人形。めっちゃね、うちもめっちゃいいやし。かよちゃん。はい。なんかさ、かよちゃんって呼ばれてる。だから私すごい。小学校の時の雲の先生。そうなんですか。30年前にオープンしたんですけど、ケーキ屋さんでずっと今でいうパティシエですねと、あとカフェとか働いてました。ちょっとバブル的な時やったからケーキ屋さんとかのが流行ってたし、だからそれで帰りしなにケーキ屋さんをいつも寄ってたら、そこでクレープ包みのケーキがあって、これを持って食べれたらいいなと思って、下っ端の時にクレープの生地とか焼いてたから焼けるやろうと思ってオープンしたら
全然焼かれへんかって地獄を見ました。ほんからなんかねパン屋もやろうとかってさらに地獄を見て、一家断絶。夢を持ってじゃなくて食うに困ってやったんです。もうそういう時代やった。この場所でこの形ではできないかもしれへんけど、動ける限りは作ってよたよたになりながらでもクレープ屋さんしてたいかな。接客もできないし知らん人と喋れないんですけど来てください。何やねんそれ。私が慣れるまで来てくださいって。確かに。ね。双子ならではの、クレープとかもご用意してたりとか、他のクレープ屋さんにはない珍しいクレープやねって結構お客様にも言われるんですけど。ありがとうございます。双子の卵のクレープで皆様に幸せをお届けします。こんな感じ。はい。2024年の11月25日のいい双子の日にオープンしました。で双子の卵って普段こう出たらちょっと嬉しいじゃないですか。でなんか小さな喜びを感じてもらえると思うんですけど、それで私たちのこのクレープを食べて小さな幸せを感じていただけるようになってもらいたいなっていうのが一番の思いではあります。なんかカフェラテでいい？結構粉も 3,4 種類最初オープン前の試作段階で結構取り入れてて、それもやっぱ2人の納得のいく味っていうのがなかなか見つからなかったんですけど、最後に取り寄せた粉がすごい自分たちの理想の味だったのでそれにするようになって、あとバターの分量とかもすごいこだわってます。
もう途中でしても私はしてます。そうなんです、防音ケースなんですよ。お客様とかにも全然もう迷惑がかからないようになってるので、はい。もう11時から19時までの営業なので、もう19時もうぴったりまで営業したいという気持ちがあるので、もし生地が売り切れた場合はもう途中で仕込む形にはしてます。これはクーベルチュールチョコを使用してあります。リンゴもちょっとこだわってるというか、種類にちょっとこだわってて、何種類かの試したんですけど、コンポートにすると柔らかくなってしまうリンゴとかもあったので、すごいいい感じの食感が残るようなリンゴを使ってます。富士リンゴですね。やっぱり富士リンゴが一番そうですね。理想のシャキシャキ感が残ったの、中に何だっけ、アールグレイ、大人のアールグレイっていう商品にも入れてます。そうですね、結構大人のアールグレイが一番人気の商品となってます。でも大人になってからの方がなんか一緒におることが長くなるにつれてなんか結構ハモり出しました最近。なんか最近お正月に神社行っておみくじ引いたんですけど、こう取っていくおみくじで全く同じ大吉を引いたんですよ。もう全く同じおみくじが出ました。なんか番号も一緒で内容も全部一緒でした。すごかったね。すごかった。四つ葉バター、北海道の四つ葉バターを使用してます。結構こだわってます。そうやな。
お惣菜クレープの中に使います多いかな。まあ、今35種類メニューがありまして、まあ、メニュー数もすごい増やしていて、あとはなんか結構その他のクレープ屋さんにはない珍しいクレープやねって結構お客様にも言われるんですけど、まあ、甲子園クレープであったりとか、あと双子クレープっていう、1つの1枚の生地に2つのクレープ、2種類のクレープを作って巻き上げるっていうクレープがあるんですけど、まあ、そういうところをこだわってます。こんにちは。そうそう、で、閉店まで起きて、で、ブラブラして帰ってきたら、セタが1円。あんまり寝てないよね。ありましたよ。こちら10円とレシートです。ありがとうございます。店内でお待ちください。ありがとうございます。これと、ホットコール。動画はやっぱ野球とコスメがカメラマンじゃないね。うん、そう。スタートしてもらえないね。スタート。お仕事バナナです。ありがとうございます。こちらがホットなカフェラテです。
って言ってたな。あ、すごい。かけてお召し上がりください。チョコレートかけてお召し上がりください。ありがとうございます。なんかせっかくならこれと思って。マカロンや。よく来られるんですか？家がこの近所なんで、甲子園住んでいるので、何回来てるかちょっとわからなくなってきたんですけど。私は丹波篠山から来てます。なんか温かい雰囲気を2人が作り出してくれてはって、で2人の声と笑い声のハーモニーがすごく居心地がいいんですよ。コーヒーだけでもここに来る目があるんで、コーヒーとっても美味しいです。今日は何頼まれてるんですか？今日は甲子園クレープ。甲子園クレープ。甲子園クレープ。これアールグレーの茶葉が入ります。お待たせしました。大人のアールグレイです。ありがとうございます。こんにちは。黒蜜きな粉のアイス。28個もあったら覚えられへんから。双子クレープ、アーモンドホイップ、黒蜜きな粉入ります。こんにちは。そうそうそう。ほんなら髪をきれいに起こしてくれるっていう。何食べたかとか。でもこの場で買った方がいい。ほんまやほんま。しばらくは。だからその。でも他の食べれないでしょ。あれ決まってるだけやから。はあ。ようにしようかなと。家に制覇とかではなくて、そうやね。双子クレープの組み合まずわせ双子クレープ全部一味で食べたらそれがもう年賀状にできるから。いやだから言うのはなんかちょっといろんなみんな食べ方ある。クリスマスのやつは2つ限定。でも2つ食べちゃうとお腹いっぱいになっちゃう。やってもうたになるから。ちょうど帰ってよ。どこに構成できる。家ですね。僕の
お腹に関係なくどっか上になるからこれがちょうど一つで2つ食べれるか10日ペースぐらいで来ればなんとかシェアできるかなみたいな。いやほんの最近ですよ。もう最初からじゃなくて、最初からじゃなくて、はい。最初のやつはダークレープの黒蜜きなこアイスとアーモンドハイプです。お待たせしました。ありがとうございます。ダブル卵のハムチーズです。熱いのでお気をつけください。ありがとうございます。これはレモンさん見てからホワイトのショー3月いっぱいでなくなる。あ、やばいなくなる。あ、そうか。告知してます。ワイドなショー、佐々木京子どうするんでしょう。出るんですか。今日は京子が大好きなので。今日は椿原さんが出てましたね。ああ、ちょっとね、もうちょっと待ってない。行ってない。50いくつやけど、そうそう、私らが若い時にバリバリじゃあ、作ってしてたらやったらそうかとかありえるかも。そう、だから私も、直接本人とね、喋ったりもいいけど。お客様大変お待たせいたしました。これダブル卵のハムチーズのレモンの効いたチーズケーキでございます。いただきます。お待ちしてました。ありがとうございます。1450円でございます。アールグレイ2テイク入ります。私たちずっと小さい時からクレープが大好きで、高校生ぐらいからずっとクレープ屋さんに食べに行っていて、クレープが大好きすぎていつか一緒にクレープ焼きたいねって話をしてて、で高校生の時にクレープ屋さんにアルバイトで働きました。リパーダンが1階と3階にあって、姉が1階所属で私の妹が3階所属になりました。お客様とかも「ね、さっきお姉ちゃん1階おらんかったっけ?」とか結構間違われてました。毎日働いてると思われてな、同一人物と思われてました。道路は渡って道場に行かないといけない。体育祭も親もみんな。私はそのまま高校卒業してそこのリッパー団に就職する形で、ずっとクレープの道を極めてました。
でこっちの妹は、私は高校卒業してからその製菓の専門学校に通ってお菓子の勉強をしてから一度ケーキ屋さんに就職したんですけど、アルバイト時代にそのクレープを作ってて、そのお客様にこう目の前でお渡しするお客様の笑顔が忘れられずに、やっぱり私もクレープ屋さんがいいと思ってクレープ屋さんに再就職しました私は店長の後に教育担当といって、その関西の全店の、教育担当に進んで、なんか新店の立ち上げであったりとか店長とかの教育をしている役職に変わって、私はそのもともといたところの店長からまた違う店舗にこう転々と店長の経験を積んでいって、8年間ぐらい店長を続けておりました。でその後妹がその結婚することになって、私たちお店を出したいというその10代からの夢を諦める形になって、私は結婚してからお店を退職してその夫の方に行ったんですけど、そこからまたそこの地でやっぱクレープ屋さんをもう一回探して、でそこで一度働いてたんですけど、また夫の転勤でこっちに戻ってこれることになったので、やっぱりその双子で夢をそのクレープ屋さんをするっていう夢をどうしても諦めきれずに、一度夫にその話をしたら、もう2人で夢を叶えたいんやったらやった方がいいってすごい理解のある言葉をくれたので、すぐに姉に連絡して、やっぱり2人でクレープ屋さんせえへんっていうことですぐに連絡しました。もう前ずっと10代からクレープ屋さん一緒にしたいなっていう話をしてたんですけど、やっぱどうしても会社員として働いてたので、その会社もやっぱり大好きになった部分もあって、でやっぱ諦めてた部分があったんですけど、やっぱ妹からこうやって連絡があったので、すぐに行動に移してすぐに物件探しを始めました自家製リンゴのキャラメル、はい、自家製リンゴのキャラメルパイ、髪切ったな、ないけどうん、だからこういうかな、よいしょ、見えるな、何？はい、ありがとうございます。ど
バギー一緒に食べよう。はい、チーズ。いただきます。焼きリンゴとキャラメルパイみたいなやつ。焼きリンゴとキャラメルパイ。なんかずっと気になってて、ここでなんかリンゴ仕込んでるとこ見とったんですよ。で店内でめっちゃいい匂いしとって、でずっと食べたいなと思ってたから今日初。めっちゃ美味しい。どっちが目がさ当ててみ。こっちはまだちょっとコーヒーゼリー乗ってる。ちょっと食べてみる。苦いかもね。メモしたから見れるよ。はい。探して。一番嬉しかったのは、前以前働いてたリッパーダー時代に来てくださってたお客様がたまたまここに買いに来られた時に、もしかして前リッパーダーで働いてたっていう風にお客様に言っていただいて、なんか雰囲気と笑顔で覚えてたって言ってくださったのが一番嬉しかったですね。印象的でした。すごく。お待たせしました。キャラメルブリュレです。いけるかな。
んまやな。ありがとう。お待たせしました。大人のエスプレッソです。野球のシーズンオフ中にやっぱりオープンしたこともあって、野球が3月4月から始まるんですけど、そのお客様の流れが未だちょっとつかめへんなっていうのがちょっとだけ悩みではあります。まあでも悩んでる中でもな、やっぱりこの忙しい店舗で働いてたのもあって、結構そのお店を回すのがすごい楽しみなのですごい早く忙しくなってほしいなっていう気持ちがあります一番はやっぱり双子でずっと仲良く営業を続けていきたいなっていうのが一番なのと、あとはやっぱり地域の方たち、西宮の地域の方たちに愛されるお店っていうのを一番目指してます双子の卵のクレープで皆様に幸せをお届けしますパイナップルチョコホイップ。次は分担です。高知の差分担。フルーツがもともと好きで見てたら自分が食べたくなるから美味しそうやなっていうお待たせしました。じゃあ今からホイップをします
砂糖ですサトウキビのお砂糖ですお砂糖はもともと私が白砂糖を普段から使ってなかったっていうのもあってこっちですねきび砂糖にしてますねそれが一番やっぱり自分が好きなやつであっさり食べやすく最後まで食べやすい感じにはしてますでもともとあんまり甘すぎるのが得意じゃなくってそれで軽めのお肉にしてますちょっとこれ気になったんですけど、これってこれは分担です。高知の分担。はい、分担です。土佐分担。2月、3月とかまでですかね。短いんですけど、期間はね、そんな長くないんですけど、やっぱり美味しいです。で、手元になんかそうだ。で、そうなんですよ。自分も飽きないし、お客さんも楽しめるかな。で、この前やったらラ・フランスとか、そう、柿も取り寄せました。フルーツがもともと好きで。見てたら自分が食べたくなるから美味しそうやなっていうの。農薬で育ててる人がいて、船のやつもうめっちゃ美味しかったです。ほんまに。このイチジクの方はもともと旦那の知り合いで農家山で作ってる方がいて、それで声かけさせてもらって。おいしそうですか。嬉しい、美味しいです。で、次はカスタードを作ります。そうですね、そんなにめちゃくちゃ甘くないです。甘さ控えめ、食べやすいです、最後まで。
粉も結構選ばれる。そうなんですよね。小麦粉はなんかやっぱり違うところのにすると焼いた時の感じもなんか全然違うっていうの、油っぽくなったりとかなんですかね。そう初めて私はクレープで知りました。小麦粉でこんなに変わるんやっていうのはね。作ってすぐとかは使えなくって生地が落ち着かないというのか、今日作ったのをだいたい明日使うかなっていう感じで、やっぱ食べた時の食感っていうんですかね、生地感が違います。はい、それで生地は OK です。はい。おかずクレープを作りましょうかね。おかずを。今日のおかずはね、てりたまチキンカレーパクチーで、パクチーはありでもなしでもお好みで言ってもらったらパクチーはもともと好きで、けどやっぱ時期によってある時と売ってる時と売ってない時があるんで、たまたま売ってたんで久しぶりにパクチーは、はい。うちの子が読んでたやつです読まなくなったのをちょこちょこ入れ替えたりしてね、待ち時間がやっぱりねかかっちゃう時あるんで、その間に待っててもらったら。子供さん多いですね。幼稚園の子とか、あとは小学生だけとかでもたまに来たりはするんですけど、キッズクレープを、一応小学生未満小校対象で通常の半分サイズで出させてもらってます。お母さんと分けるより自分の1個っていうのが嬉しいし、お母さんも好きなもん食べれるから
い、いちご大福クレープお待たせしました。時間は計ってますね、大体。ただやっぱ鉄板の調子で前後は多少しますね。同じ生地でも時間の本当焼き時間だけどもう違いです。分担自体をガンとこのフルーツタルトのイメージです、本当に。だからこのザクザク感とアーモンドをプラスしてます。もう本当フルーツに合わせて作るんですけど、フルーツ買った時にこう想像でこんなんと合わせたら合うかなっていうので作ったりしてますね。バターバニラアイス。はーい。シナモンシュガーバターでしたっけこれが一番好きで、アイスとパリパリの皮がナイスな感じで美味しいです。
ショコラカスタードのバナナブリュレです。はい、どうぞ。はい。どうぞ食べていいよ。パイナップルチョコの。パイナップルチョコ。パイナップルチョコホイップ。おいしい。
しました。アイスカフェ。あんバターにバニラアイスですね。ごゆっくりどうぞ。ポテトです。はい、ありがとうございます。ほい。はい、どうぞ。ごゆっくりどうぞ。ここで初めてサクサクの生地知ったんですけど、全然違いますね。だから週に1回のご褒美みたいな感じです。ジュース。はい、チョコミントのアイスクレープです。バニラ美味しい。見て。フライよりでもこっちやけど。お待たせしました。期間限定なんですけど、美味しそうな焼き芋が売ってたらつい買っちゃいますね。美味しそうなものを見て、これやったらあれが合うかなっていうのを考えてから作ってますね。やっぱり美味しちゃいます。お待たせしました。焼きモッツァレラの蜂蜜バターです。
サイフルーツ大体フルーツ何種類ぐらいフルーツ何種類やろう。バナナ、キウイ、パイナップル、オレンジ、これ今日は8作なんですけど、柑橘系、あとリンゴ、イチゴ、ブルーベリーが入ってますね。フルーツは7種類になるんですかね。なんかその季節ごとでちょっと変わったりはするんですけど、大体それぐらいは入ってます。他にイチゴの代わりに違うイチジクやったらイチジクとか入ったりするんで、アサイーボールだけっていうのがまだ特になくて、アサイーグリークヨーグルトボールなんで、ヨーグルトグリークヨーグルトを入れます。フルーツを乗せていきます。はい。ブルーベリーを乗せます。お待たせしました。アサイーグリークヨーグルトボールです。はい、どうぞ。今でちょうど3年目ぐらい、2月で3年目に突入して、本当リピーターさんとかが結構多くて、美味しいって言ってくれるからやっぱり嬉しいですね。本当ありがたいと思います地域の方が多いですし、本当にお年寄りのおじいちゃん、子供ちゃんが赤ちゃんの時からこう連れてきてくれて食べれるようになったぐらいの年で初クレープデビューとかまでね、3年やってるとやっぱそれが最近体験できるようになって、めっちゃ嬉しいってなります私子供おるからかもしれないんですけど、子供ちゃんも一緒に来れるっていうのが一番いいかなっていう料理はもともと好きでも、そういう飲食店でしか働いたことがなくって、料理は好きです。家でも料理して、最近やともう子供が3年生女の子になったんで、一緒にちょっと誕生日ごとのケーキを一緒に作ったり、最近上の子、女の子の方の夢はパティシエさんになるって言ってます頑張ってたまにちょこちょこ休みの時とかは来たりして、シュガーバターとかが好きですね、うちの子は。あとフルーツはやっぱり好きですね。私が好きな料理の方、土井善晴さんが好きなんですけど、私は。でその人の中の本とか読むんですけど、ケハレっていう、毛の日と晴れの日、晴れの日が結婚式とかそういう観光総裁なんですけど、ケハレで日常っていう意味で、日常的にクレープを味わってもらえたらなっていう感じでさせてもらってます。ケハレっていう言葉が好きです。今後いろんなね季節ごとでやっぱり来年も多分分担はするんですけど、毎年結構違うレパートリーとかがあるんで、毎年違う味を楽しんでいってもらえたら食べに来てくださいもう美味しい季節のクレープ食べに来てください。待ってます。